皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアによる侵略戦争、ウクライナ情勢と、後半においてイスラエル情勢についても取り上げていこうと思います。この2つの話題を取り上げるのは理由があります。それは、イスラエル情勢、ガザでの戦闘が激化することに伴って、ウクライナ情勢に対する影響もそれなりに出ているからです。場所としては違ったところで起きていたとしても、その影響が出てくるというのは、何もこれだけにとどまる話ではありません。必ずアジア情勢にも影響してくる部分があるので、遠い出来事だと思わずにぜひともウクライナやイスラエルの情勢についても関心を持ち続けてください。それでは早速ウクライナ情勢から見ていきましょう。戦況解説に用いる地図は戦争研究所の発表しているものを引用しています。赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域。今回取り上げる話題は主に3つ。ロシア軍の東部攻勢、人海戦術は未だ継続中です。多くの兵士や兵器が吹っ飛ぶ毎日が続いているのですが、それでもなおロシア軍の攻撃は続いています。一方でウクライナ軍は防戦一方かというと、南部において切り崩しを図っており、ドニプロ川を越えたウクライナ軍は複数の地点に拠点を築きつつあります。一方で国際情勢については、ウクライナを支援するヨーロッパの防衛産業において大きな問題点が指摘されています。それは、ウクライナに支援した国々において、まずは在庫を埋めようとして、防衛産業に対する発注が殺到。それに伴って、各国の軍事企業は生産に邁進しているわけですが、まずは先に発注がかかってきている。それぞれの国に対する備蓄の穴埋めというものが結構行われていて、ウクライナへと全力で支援が行われていないという現状のようです。そして3つ目は、イスラエル情勢の悪影響が及びつつあります。ウクライナへの砲弾支援が減速しているとゼレンスキー大統領が述べています。また、ウクライナ支援の予算が決まっていないアメリカなのですが、現在アメリカは感謝祭に向けて議員たちはしばしの休養モードに入っているようです。それでは主だった戦役の詳細を見ていきましょう。東部戦線バフムト戦役。この地域ではバフムトの北側南側において徐々にウクライナ軍が領土奪還を果たしてきた場所です。しかし、ここ最近ロシア軍の東部攻勢が目立つようになると、ウクライナ軍の領土奪還の動きもバフムトにおいては止まった感があります。そして、ウクライナ軍が奪還を果たした地域を再びロシア軍が取り戻そうとして反撃してくる。そのために戦闘が激化する一進一退の状況が発生しています。そして、現在東部戦線最大の激戦地、アウディウィーカ戦役。ロシア軍の人海戦術が最も苛烈に行われているところで、毎日発表されるウクライナ軍の戦果報告においても、打ち倒したロシア軍兵士が1000人を超えるといったことも、珍しくないほどの血みどろの戦いが続いています。町の南側は固い守りによってロシア軍の攻撃を全て撃退している状況です。一方で町の南東、いわゆる正面部分については、ロシア軍が徐々に前進しているとみられ、まだ全体として守りが崩れてはいないものの、ロシア軍の侵食といったものも見られます。一方、そうしたまだまだ大丈夫そうだなという状況と比べると、やはり町の北側においては、ロシア軍の徐々に前進するという状況はまだ続いているようです。ウクライナ軍は防衛線を引き直そうとして、かなり苦しんでいるようです。また、町の後方のウクライナ軍がコントロールしている地域も、かなり狭まってしまった関係で、町に対する補給路はすでにロシア軍の砲撃もしくはロシア軍のドローンなども出没するようになり、かなり危険な状況になりつつあります。状況的にはバフムトの後半と似たような感じになってきて、ロシア軍に与える打撃は大きいのだけれど、しかしそれでもなお押し切られるという状況に陥りつつあります。最後に南部戦線、ヘルソン戦役。この地域におけるウクライナ軍はドニプロ川を渡過し、複数地点で定着しています。ウクライナ軍の行動なのですが、まずは川の西側、ウクライナ軍にとって安全な地域からの砲撃やもしくは防空網の傘をかけている部分についてのみ行動している感じがあり、そこから先に出るのがかなり難しさがあります。川を渡った部隊がさらに領土奪還を進めるためには、砲兵隊やもしくは防空兵器などについても川を渡らなければならず、ウクライナ軍にとってはかなり強しい作戦行動を強いられることとなります。ただしロシア軍の方もこの地域は他の戦域に比べると最も補給路が本国から遠い場所にあたり、それだけにウクライナ軍に対して有効な打撃を与えられない地域のようです。
さて、それでは最近のロシア軍の動きについて一つピックアップしてみましょう。こちら、装甲車から一人の乗員が飛び降りて後方へと逃れていきます。一体何をしているかというと、装甲車に爆薬を満載し、そして無人になった装甲車をそのままウクライナ軍に突っ込ませて爆発させようというものです。こうした突撃自爆といった方法は以前からあったのですが、ここ最近は積極的に古い装甲車などが前線に投入されることもあり、攻撃手法としてかなり頻繁に行われるようになったようです。今回は対戦車地雷を踏んだことにより大爆発したわけですが、このような自爆突撃といったものが繰り返されると、対戦車弾のような前線陣地にとっては貴重な武器を使わなければ防ぐことができないので、かなりウクライナ軍を悩ませているそうです。一方、ロシア軍の攻勢が一休みしたところにおいては、人海戦術の結果として装甲車や戦車が打ち捨てられるといった光景が広がっています。この映像には兵士の遺体などは映ってはいませんが、他の地域の動画においては画面いっぱいに兵士の遺体がある、そのような映像なども公開されています。ロシア軍によるこうした人海戦術は未だ終わる気配を見せておらず、おそらくは政治的な至上命令として損害を無視してでも前進せよという命令が下っているのでしょう。次にイスラエル情勢。こちらはイスラエル南部ガザ地区の様子です。こちらの地図は戦争研究所ではなくウォーマッパーさんの地図をお借りしました。水色で示している部分がイスラエル軍が制圧している地域です。ガザ地区北部においてはまずは外側から埋める形で中央部にまだコントロールしきれていない場所が広がっています。ただ、イスラエル軍が最初に目指したのはこの地域における病院だったのではないかと言われています。それはこの地域の病院の地下にハマスの地下司令部があるとイスラエルが主張していたからです。現在のところその病院は制圧されているのですが、発見されたトンネルその内部については公開されておらず、果たして事前に公表されていたここにハマスの司令部があるという話が本当だったのか間違いだったのかについてはまだ明らかになっていません。現在のところ制圧してから時間が経っているにもかかわらず、まだそうした情報が出ていないのは地下司令部はなかったのではないかという疑惑が時間の経過とともに深まっています。そしてイスラエル軍の方なのですが、こちらの方も動画を日々公開しています。街の中に戦車が進んでいて戦っているのですが、建物の屋上やもしくは物陰から飛び出しての攻撃なども頻発していることから、イスラエル軍の戦闘車両もかなり損害を受けているようです。ただイスラエル側がそれで止まる気配もなく、制圧地域は日々拡大しています。ガザ地区北部側における戦闘は被害が出つつも、イスラエル軍が制圧地域を広げていることから、南部地域においてもさらに避難を促すビラなども巻かれています。現在南部側でも水色の部分がいくつか見られますが、南部側ではまずイスラエルとの間にあるバリケードや検問所、そういったところより近いところから制圧を進めるようです。地区の北側では海岸線を優先的に抑えていたのですが、南部側ではそうではないようです。昨日あたりからイスラエル軍は北部の病院の地下に地下司令部がなさそうだなというのを見越してか、南部の方にこそ一大拠点があるといった話などもし始めており、イスラエルの事前に持っていた情報の正確性にはかなり疑問符がつき始めています。それだけにイスラエル軍の攻撃について、ハマスの拠点だといえば全てが許されるかのような言動が続いているため、イスラエルに対する非難の声も高まりそうです。ウクライナの戦場においてはロシア軍による人海戦術が継続中で、日々ウクライナ軍の迎撃によって多くの兵士たちが亡くなっています。そのこと自体を取り上げれば、毎日のようにウクライナ軍の迎撃が成功していることから何やら華々しい勝利かのように見えるわけですが、私はそのように評価はしていません。何度も戦況解説の時に言っていますが、それでもなおロシア軍は前進しているというかなり尋常ではない攻撃を繰り返しています。この件に関してウクライナ側の司令官は読み間違いをしたと発言しています。それは西側基準であれば、いわゆる人海戦術によって失われる兵士の数が尋常ではないことから、ほとんどの国ではこのような戦い方をすれば作戦を中止するか、戦争そのものに対する反戦世論なども高まることによって戦争の継続そのものに黄色信号が灯るだろうと考えていたわけです。ところがロシア側はそのような多くの犠牲が出ているにもかかわらず、
全く人海戦術をやめる気配もなく、さらに次から次と部隊を送り込んで、毎日兵士たちを失っているわけです。それによって、局面だけを切り取れば、ウクライナ軍が多くの打撃を与えているんだけども、それでもなお前進し、ウクライナ軍が後退を迫られるという場面が続いてしまうわけです。そのため今回ご紹介した自爆突撃の装甲車などといったものも前線においては非常に大きな脅威となっているそうです。なぜならば、そのような装甲車が突っ込んでくるなとなった時に、前線においてどれだけの対戦車弾、もしくは砲撃支援が確実に当てられるかといった問題が発生するからです。毎日のように人海戦術をもとにして古かろうが何だろうが関係なくとにかく戦闘車両が突っ込んでくれば、それに対応するために砲撃もするし、また対戦車ロケットなども使わなければその戦闘をしのぐことができません。ところがそうやって迎撃のために全力を尽くすと、当然のようにどれだけ補給が持つのかといった問題が発生することになります。現場においては欲しい時に砲撃支援がもらえるかはわからない上に、さらに前線に補給される対戦車ミサイルの数がロシア軍の攻勢に対して少なすぎるという問題を抱えているようです。これはウクライナ側の対戦車兵器の生産スピードを上回る形でロシア側が攻勢を仕掛けていることを意味します。これがどこまで続くかは結構危うい状況です。というのも、今回取り上げたように EU やアメリカの状況といったものはかなり混沌としている状況です。例えば EU 側は100万発の砲弾をウクライナへと支援しようという動きをしていたのですが、じゃあ各国にある軍事産業が生産に邁進している中において、100万発の砲弾をウクライナへ渡せたかといえばそうではありません。調査すると約束のめどであった来年春までの100万発供給はほぼ不可能ではないかと言われている状況です。そして納入先がどこなのかを調べてみると、それぞれの国の備蓄にかなりの数が納入されているというのです。これは当初ウクライナへ支援していた国々においても、支援を続けることによって在庫が一気に減ったことにより、これを埋め合わせたいという気持ちがありました。また各国政府が発注する際にも EU という大きなまとまりで発注するよりも圧倒的に早い時期からの発注がかかっていることもあり、メーカーとしてはまず先に注文が来た方の処理を進めるといったことで、ウクライナへの支援に回せる数が十分ではないといった問題を引き起こしています。そしてもう一つの問題はイスラエル情勢の勃発です。イスラエル軍は自国においても軍需産業がありますから、相手が武装勢力ハマスという国家ではない相手なので、本来であれば大量の軍需物資を海外から買い集める、もしくは支援してもらうといったことは必要のない相手です。しかしアメリカのようなイスラエルにべったりの国にしてみれば、たとえそうであろうともイスラエル支援は打ち出さなければならないし、それに伴って物を用意しなければなりません。イスラエルにはもともとアメリカの軍備を整えている場所があり、イスラエルも必要があれば使っていいよというような約束がされているそうです。そこからイスラエルへ弾薬を補給するとなると、ウクライナ支援ルートといったものが絞られてしまうわけです。そうしたわけでウクライナのゼレンスキー大統領は各国からの支援のうちいくらかが急激に細っているという話をしています。アメリカがイスラエル支援に乗り出したことによってウクライナ支援の手が緩んでいる可能性がすでにあるわけです。その上ウクライナ支援のための予算についてはアメリカの議会においてはまだ審議が行われていないような状況ですから、イスラエルにおける戦闘激化といったものはウクライナ情勢に対してもかなりの悪影響をもたらしているのは間違いありません。国際情勢がウクライナにとって厳しい状況に進んでいますから、どれだけ戦場においてロシア軍を押しとどめ混乱している中でもアメリカの支援を引き出すかに今後の展開はかなり左右されることとなるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。